こんにちは、はれです。今日は夜寝る前に作るお弁当レシピを1週間分紹介します。朝15分で作るお弁当シリーズの動画を投稿すると必ず朝起きるのがしんどいから夜作ってもいいのかなとコメントをいただきます。夜作る場合はどうやって効率的に作ればいいか、一晩冷蔵庫に入れた状態で安心安全にお弁当を持っていくためのポイントなどを調べた上で今回は動画にしてみました。レシピと合わせて参考にしてもらえると嬉しいです。月曜日は焼きサバ弁当です。まずは1週間分のお弁当用のご飯を炊きます。いつも通りローカット玄米ともち麦、最近またハマりだしたバーリーマックス、玄米1合、もち麦1合、バーリーマックス大さじ2、水は白米メモリの 2.5 合よりちょっと上ぐらいにして少し柔らかめに炊いています。炊けたら保存容器に入れて冷凍保存。今日作る分は直接お弁当箱へ。この状態で蓋をしてしまうと蒸気がこもって水分と熱で細菌が繁殖しやすくなるので、さらしやキッチンペーパーをふんわり乗せて表面の乾燥を防ぎながら粗熱を取ります。冷凍サバを解凍します。私の場合は夕食を作ってお風呂に入って夕食を食べた後寝る前にお弁当を作るので、冷蔵庫で 2,3 時間かけてゆっくり解凍します。すぐに作りたいときは解凍皿を使うと30分程度で解凍できます。夕食を食べ終わったので夜のお弁当作り開始。まずはナッツとツナと人参のラペを作ります。耐熱容器に人参1本分千切り。3日分まとめて作るので日曜日と水曜日だけ頑張れば残りの日は主菜を作るだけです。なので副菜を作る日は焼き魚など主菜を簡単なものにするのが時短のポイント。塩小さじ1/2。塩を加えることで人参の水分が抜けやすくなり、下味もついて調味料の馴染みも良くなります。お弁当のおかず作りの基本はすべて加熱すること。レンジ600ワットで2分加熱します。待ってる間にツナ缶の水気を切ってミックスナッツを砕いておく。粗熱が取れたら水分を取る。手でぎゅーっと絞りたいところですが、できるだけ衛生的に作るために今回はキッチンペーパーに包んで水分を取ります。ツナとナッツを加えて、オリーブオイル大さじ1、レモン果汁大さじ1/2、味付けに酢やレモン果汁を入れると抗菌効果が期待できると言われています。チンゲン菜は好きな大きさにカット。大きめのざく切りにしてもよし。私は根元を少し切り落として汚れを取り除き、根元に切り込みを入れて縦に裂いています。ごま油をひいてチンゲン菜としめじを加える。しんなりしたら鶏ガラスープの素小さじ1/2、オイスターソース小さじ1、
最後に胡椒少々加えて完成。保存容器に入れて粗熱を取ります。サクッとゆで卵を作ります。卵は完全に火を通す必要があるので、沸騰してから12分茹でます。今日使う1個分だけ殻を剥いて半分にカット。残りは殻付きのまま冷蔵保存。最後にサバの塩焼き。キッチンペーパーで水気を拭き取ったら、塩小さじ1/2で下味をつけます。再度軽く水気を拭き取ったら、一口サイズにカット。皮から焼いていきます。焼き色がついたらひっくり返して、大さじ1を入れて弱火で2分蒸し焼き。粗熱を取ります。お弁当箱に詰めます。鰹節、醤油をたらっと、サバを乗せて、副菜を詰めます。完成です。さらに抗菌シートがあったら安心。抗菌シートを乗せて、蓋をしっかり閉じて、冷蔵庫へ。チルド室は低温で温度が安定してやすいので、空いていればチルド室に入れるようにしてください。ちなみに私が今回使ったのはわっぱ弁当です。わっぱ弁当のメリットは火の調湿作用で適度な温度を保ってご飯やおかずが乾燥しにくいこと。あとは抗菌作用があって食材が傷みにくいと言われています。ただデメリットとしてはレンジ加熱ができないこと。温かい状態で食べたい方はレンジ加熱可能なお弁当箱を使ってください。夜のお弁当作り完成。お疲れ様でした。朝は完成済みのお弁当箱をベイクだけ。時間に余裕があれば蓋についた水滴を拭き取るとより安心です。ミニトマトなどの生野菜を入れたい場合はこのタイミングで追加する。お弁当はどうしても食物繊維が不足しがちになるので、食物繊維を補える味噌汁などのスープを添える。最後に保冷剤を入れる。暖かい空気は上へ、冷たい空気は下へ流れる性質があるため、保冷剤はお弁当箱の上に入れておくと全体を冷やしやすくなります。私がお弁当を作るときに栄養面で考えていることは、タンパク質 25g を目標に主菜に肉や魚を使うこと。足りなさそうなときは副菜にツナやちくわ、卵を使って補っています。副菜では食物繊維を補う。とにかく朝が楽ちんなお弁当、ぜひ作ってみてください。火曜日は豚こま団子のお弁当を作ります。まずは下準備。お弁当用のご飯を解凍加熱します。お弁当箱に詰めて粗熱を取る。さらしやキッチンペーパーをふんわり乗せて表面の乾燥を防ぎながら粗熱を取ります。主菜に使う豚肉の解凍。ボウルに豚こまと片栗粉小さじ1、まとめやすいようになじませます。少し濡らした手で一口大に丸める。
フライパンでまずは表面に軽く焼き色がつくまで焼く。タレを作る。醤油小さじ2、みりん小さじ2、甜菜糖小さじ1、コチュジャン小さじ1/2。よく混ぜ合わせます。ひっくり返して蓋をし、弱火で4分加熱。中までしっかり火が通ったら、タレを加えて味付け。粗熱を取ります。粗熱が取れたらお弁当箱に詰めます。仕切りには抗菌作用のある大葉がおすすめ。抗菌シートを忘れず乗せてチルド室で保存。蓋の裏についた結露を拭き取って味噌汁を添える。保冷剤を入れます。水曜日はささみの大葉チーズ焼き弁当です。お弁当用のご飯を解凍加熱。さらしやキッチンペーパーをふんわり乗せて粗熱を取る。主菜に使うささみ。筋を取ります。平べったく形がいいものを今日の分に。別火用の3本は一口サイズにカット。今日使わない分は冷凍しておきます。下味をつけます。塩小さじ1/2をなじませて、オリーブオイル小さじ2、レモン果汁小さじ1、しっかりなじませたら密閉するようにラップをして冷蔵庫で1時間以上置いておきます。大葉を乗せて、一つあたり大さじ2弱程度のチーズを乗せる。半分に折って包む。片栗粉を表面に薄くまぶす。油を少し多めにひいて揚げ焼きします。片面焼き色がついたらひっくり返して3分加熱。粗熱を取る。副菜を詰めます。抗菌シートを忘れずに乗せてチルド室で冷蔵保存。蓋の裏についた結露を拭き取って味噌汁を入れます。忘れずに保冷剤も入れてください。木曜日は鮭の西京焼き弁当です。お弁当用のご飯と鮭を用意。冷凍ご飯を解凍加熱します。お弁当箱に詰めて
表面の乾燥を防ぎながら粗熱を取ります。解凍してから下味付けをしたいので、まずは解凍皿で解凍します。20分程度置いておく。水気を拭いてクッキングシートを用意。みりん小さじ2、味噌小さじ1。味噌をみりんに溶かしておきます。鮭の表面に塗り込む。今日は副菜も作る日なので、主菜は焼くだけの簡単なお魚がベスト。キャンディー包みして冷蔵庫につけておきます。まずは人参の和風ごま和えを作ります。人参を千切り。塩小さじ1/2を加えてレンジ600ワットで2分加熱。粗熱が取れたら水分を取る。酢小さじ1、醤油小さじ1、ごま油小さじ1、甜菜糖小さじ1/2、白すりごま大さじ1。よく混ぜ合わせたら完成。ピーマンを縦に細切り。ピーマンを炒めます。ごま油小さじ1。軽く焼き色がついたら鶏ガラスープの素小さじ1。胡椒をたっぷり。冷凍庫にあったしらすを加えました。粗熱を取る。もう少しタンパク質が欲しいので簡単レンチンオムレツを作ります。小さめの器にラップを敷く。卵、塩、胡椒、卵を溶いてレンジ600ワットで30秒加熱。軽く混ぜて再度20秒加熱。半分に折るようにして形を整えます。余熱で中に火が通るのでこのまま置いておけば完成です。フライパンに乗せて水を50から 100ml 入れる。蓋をして弱めの中火で5分蒸し焼き。しっかり火が通ったので最後に水分を飛ばして焼き色をつけます。粗熱が取れたらお弁当箱に詰める。抗菌シートを乗せてチルド室で冷蔵保存。蓋の裏についた結露を拭き取ってインスタント味噌汁を入れて保冷剤を入れる。金曜日はオムライス弁当です。お弁当用のご飯とささみを冷凍庫から出してささみは冷蔵庫で解凍。冷凍ご飯はレンジで解凍加熱します。
オムライスの中のご飯を先に作ります。玉ねぎはみじん切り、にんにくもみじん切り、オリーブオイル小さじ1、にんにくを入れて香りを立たせます。玉ねぎを追加。ある程度火が通ったらご飯を加えてよく混ぜ合わせる。顆粒コンソメ小さじ1/2、バターもしくはギーを小さじ2、最後に胡椒少々加えて一旦完成。粗熱を取ります。一口サイズにカットしたささみに顆粒和風だし小さじ1/2、塩コショウ少々、青のり小さじ1、調味料をなじませます。最後に片栗粉小さじ2をまぶしたら、大さじ1の油をひいたフライパンで焼きます。両面焼き色がつくまでしっかり焼く。粗熱を取ります。最後にオムライスの卵を作ります。余熱で反対側にも火を通す。解凍皿で粗熱を取る。ラップに薄焼き卵を乗せてお弁当箱に乗せる。ご飯を乗せて包む。そーっとラップを剥がします。副菜を詰めて主菜のささみ、抗菌シートを乗せて冷蔵庫へ。職場に冷蔵庫がある場合はケチャップをかけて、冷蔵庫がない場合は別の容器に入れて持っていく。インスタントの味噌汁も入れて保冷剤も忘れずに。最後に月曜日のレシピでちらっと映ったかぶと鶏肉のグラタンのレシピを紹介します。実は撮影したのが5月だったのでかぶが旬だったのですが、旬が終わってからの投稿になってしまいました。投稿が止まってしまっている間もコメントをくださった皆さん本当にありがとうございます。かぶの皮を剥いて映像がなかったのですが一口サイズにカットしました。かぶの葉は3センチ幅にカット。玉ねぎはスライス。鶏もも肉は一口サイズにカット。バターもしくはギーを小さじ1。鶏ももを炒めます。玉ねぎを加えます。かぶを追加。酒大さじ2、水 100ml。 蓋をして弱火で15分煮ます。塩コショウ少々、
豆乳もしくは牛乳を 150ml、 顆粒コンソメ小さじ1、米粉大さじ2を追加しました。弱火で水分を飛ばしてとろみをつけます。耐熱容器に入れてチーズを乗せたら200度のオーブンで15分焼きます。カブのグラタンって初めて作ったのですが、煮込んだカブのとろっとした感じとカブの葉の程よい苦みが最高でした。今年入ってからマイペースに過ごしているうちにあっという間に8月になってしまって、もう今年も半分終わったことに驚いています。このまま毎日仕事ばかりしているとあっという間に今年が終わってしまいそうなので、何か夏らしいことしなきゃなぁと今考えています。花火に夏祭りに海、どこか夫婦2人で楽しめるおすすめの場所があったらぜひコメントで教えてください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。